もし友人から殺人を告白されたら、あなたはその事実を受け入れられますか？ 2013 年7月9日、韓国キョンギド4位。早朝、スマホを片手に怪げそうに顔をしかめていたその少年はソジュン。スマホの画面上には次のようなメッセージが映し出されていました。ただいま作業中、昨日の夜からだからちょっと疲れた。お前も来て手伝ってくれよ。メッセージの送り主は友人のシム。ソジュンはこの前日、シムと共通の友人の少女と3人でホテルの部屋を取って遊んでいましたが、用事があったため彼だけ早めに帰宅したんです。そして翌朝、シムから送られてきたそのメッセージはソジュンが帰った後に2人に何かがあったことを物語っていました。その後もシムのメッセージは続きます。ほら、俺の初めての作品だ。シムの言葉の意味が分からず首をかしげながらスマホを見ていたソジュン。すると次の瞬間、シムから1枚の写真が送られてきました。メッセージ画面に映し出されたそれはバラバラにされた少女の肉片だったんです。バラバラ殺人の様子を友人に実況中継する少年。少年は一体何を思い、そのような奇行に走ったのか。少女を殺めてしまった際の彼は恐ろしいほど無感情だったんです。おそす、ケンちゃんです。みこです。水こぼしちゃって染み。本当に水なの？いや、水だろお前。本当に水なの？水だろ、さっきの。水こぼしちゃって恥ずかしいんですけど、最近ね、花見ね、僕ちょっとできないまま雨で散っちゃったんですけど。ね、だいぶ開花が遅れたって言ってたわよね。あ、そうなの？いや、なんか例年より遅れて、うん、で、つい最近まで咲いてたわよね。あ、そうなんだ。うん、なんか上の方行ったらまだ残ってっかな。何がそこまで追いかけに行くなんだ。めちゃくちゃ恋してるじゃない。いや、なんか花見ね、毎年やってたんですけど、今年はなんかね、気づいたら終わってました、ね。でも私公園行ったけど、めちゃくちゃ人いたわよ。めちゃくちゃ人いたんだけど、その時まだ全然咲いてなかったわよ、桜。いや、そいつら何しに来た？公園を楽しみに来た、ね。集まりたいね、みんな。まあね。楽しいから。人間で集まりたくなっちゃうもんね。そう。まあ、僕らはね、2人と1匹でね、引き続きお送りさせていただきます。本日ご紹介するのは、当時の韓国でかなりの物議を醸した少年犯罪事件について。この事件はですね、19歳の少年がバラバラ殺人を犯し、その様子を実況中継するという非常におぞましい事件なんです。倫理観のかけらもないじゃないの。実はですね、犯人の意図は悪ふざけとはまた別のところにあったと言われてるんです。犯人から友人に送られてきたその実況中継の内容とは、友人同士の関係性を考えると、そのやりとりは非常に悲しいものだったんです。無二の理解者。2013年7月9日、韓国キョンギド4位。早朝、19歳の少年ソジュンはスマホに送られてきた一通のメッセージに気がつきました。ただいま作業中、昨日の夜からずっとだからちょっと疲れた。お前も来て手伝ってくれよ。メッセージの送り主は友人のシム・ギソプ。この前日、ソジュンは彼と共通の友人の少女と3人でホテルの部屋を取って遊んでいました。その日は用事があったため、一足先に帰宅したソジュン。友人のシムと少女はその後もホテルに残っていたはず。それにもかかわらず、夜通しで何か作業をしていたというシムの発言はどこか不自然に思えたんです。その後も立て続けに送られてくるシムのメッセージ。うわ、こんな画像どこから拾ってくんだよ。シムから送られてきたのは血まみれの肉塊のようなものが写った写真。俺の初めての作品だ。友人シムのその言葉は犯人彼と少女の間に何か良くないことが起こったことを物語っていました。しかしソジュンはシムが悪ふざけをしているのだと思い、この時は特に相手にしなかったんです。もしくはソジュンはうすうすシムの過ちに気がついていたのかもしれません。ソジュンとシム、そして少女の関係性を思うと、ソジュンがその悲劇を信じたくないのも当然のことでした。事件が起こる前年の2012年、ソジュンは友人のシムからのある報告にあっけに取られていました。お前、また学校辞めたの？シムはその日、ソジュンに高校を中退したという報告をしました。そして、ソジュンが驚いていたのは、シムが高校を中退するのがこれで2回目だったから。1度目は音楽で飯が食いたいと言って高校を辞めたシム。しかし、その翌年には思い直して再入学。そうかと思えばまた数ヶ月して彼は高校を辞めてしまったんです。ギターが得意だったシムは高校で軽音部に所属しており、フランスの学校で音楽を勉強したいと口にするほど、音楽の道を志すために学校を辞めることも彼の行動としては自然に思えましたが、短期間に入学退学を繰り返すその姿に友人のソジュンは違和感を覚えたんです。確かにこれ音楽だけでさ、こんな中退繰り返すってさ、それだけが理由じゃなさそうよね。なんか他の悩み抱えてたんじゃないのこれ。実はですね、シムは家庭に複雑な事情を抱えていたんです。そしてソジュンはそんな友人シムを救おうとしていたんです。
高校を中退した後、シムはほとんどの友人と疎遠になってしまい、自宅にこもるように。そんな中でもソジュンだけは、友人のシムが精神的に不安定になっているのではと心配し、頻繁に遊びに誘っていたんです。ただ、俺は両親がそばにいるし、シムの気持ちをちゃんとは分かってやれない。ソジュンは自分の力だけではシムを救えない気がしていたんです。実のところ、シムは父親の仕事の都合でイランで幼少期を過ごしており、中学生の頃に韓国へ単身帰国。以来、両親とは離れ、慣れないその土地で一人暮らしをしていました。思春期に著しい環境の変化にさらされたシムは、友人のソジュンには理解できない葛藤を抱えているように思えたんです。そんな日々の中で、ソジュンはある日、一人の少女をシムの元へ連れて行きました。はじめまして、私も両親が海外にいて一人暮らしなんだ。はにかむような笑顔で話をしたその少女はジアン。境遇のよく似たジアンなら、シムの良き理解者になれる。ソジュンはそう思い、二人を引き合わせたんです。こうして三人が遊ぶようになってしばらくした頃、ホテルに二人だけを残して帰宅したソジュン。次の日には、友人のシムからジアンを殺したという旨のメッセージが届きます。しかし、ソジュンはその話を冗談だと受け流していました。そしてその日の夜、シムは警察に出頭。警察が捜査を進めると、彼の自宅の倉庫には確かに少女ジアンの遺骨が隠されていたんです。なんでソジュンがさ、善意で紹介してくれたわけでしょ？なんで殺しちゃうの？殺されたジアンもそうなんだけどさ、紹介したソジュンもこれもうめちゃくちゃ後悔しちゃうんじゃないの？本当にね、やりきれないですよね。そしてシムの犯行動機は思わず怒りを覚えずにはいられないものだったんです。少年を駆り立てたもの。事件前の2013年7月8日の昼過ぎ、ソジュンは友人のシムと共に4院のホテルで目を覚ましました。2人は前日の夜から映画やビリヤードを楽しみ、明け方に遊び疲れてこのホテルにやってきたんです。そしてシムは目覚めてすぐ少女ジアンに遊ぼうとメッセージを送信。しばらくしてジアンはシムたちが待つそのホテルを訪れました。その後、午後4時を迎えたタイミングでソジュンは眼科へ行くためにホテルを出ようとします。すると友人のシムはこう言ってソジュンの後に続いたんです。俺もちょっと買い物に行きたいからついてくよ。そこからスーパーへ向かったシムは大小2種類のカッターを購入。カバンの中にそれらの刃物を隠し、ソジュンの診療が終わるのを待って再びホテルの部屋へ戻るんです。カッターって何？もしかして額をバラバラにするってこと？実はですね、この時点ではシムにはまだ殺意はなかったと言われてるんです。それはソジュンと友人のシムがホテルの部屋へ戻って数時間後、時刻は19時38分を回った頃、ソジュンは用事があったためシムと少女ジアンをホテルに残し帰宅しようとしていました。しかし、いっけね。ホテルを出ようとした際、部屋にスマホを忘れてきたことに気がついたソジュン。彼は急いで元いた部屋へ引き返します。俺スマホ忘れてたわ。そう言って何の気なしに部屋のドアを開けたソジュン。彼はこの時気がついていませんでした。少女ジアンの困惑した表情と友人のシムが構えていたカッターナイフをとっさに隠したことに。これさ、ソジュンが異変に気づいてればよかったのになってなるけど、もうシムのことソジュンは信用してたわけよね。この次のシムの言動は、そんな友人ソジュンやジアンのことも嘲笑うかのようなものだったんです。スマホを取りに戻ったソジュンが部屋を出ていくのを見送ると、シムは再び隠していたカッターナイフを取り出しました。そして少女ジアンににじり寄ると、彼女にそれを突きつけ、確かにこう言ったんです。痛い目に遭いたくなかったらやらせろよ。少女ジアンはそこから必死に抵抗し、部屋の外へ逃げようとしますが、シムはそれを許しませんでした。彼はジアンの足を引っ掛けて転倒させると、その首元へ手を伸ばします。やめて。しばらくもがいた後、ピクリとも動かなくなってしまったジアン。シムはそこからもう息をしていない彼女を心ゆくまで凌辱したんです。ありえないわよ、これ。シムは関係を断られたから、その腹いせにも身勝手すぎない？それで殺したって身勝手すぎるよ、あまりにも。ほんとそうなんですけど、気がかりなのはね、そのシムが少女を解体して、その様子をね、友人に実況中継してたってことなんですよ。もうやばすぎるんです。彼はなぜそのような奇行に走ってしまったんでしょうか。何も感じない。2013年7月9日の深夜、4院のホテルのユニットバスの中で、シムは一心不乱に何かの作業に勤しんでいた。水を張った浴槽に浮かんでいるのは少女ジアンの遺体。シムはその遺体に何度もカッターを突き立て、丁寧に肉を削ぎ落としていく。その度におびただしい量の血が飛び散るが、シムは気にも留めない。彼は全裸で作業をしていた。いくら血を浴びようとも、ただ洗い流せば済む話だった。よし、完璧だ。絶え間なく響いていた刃物の音が止んだ頃、シムはぽつりとそうつぶやいた。気がつけば時刻は午後1時。彼はなんと深夜から16時間も作業を続けていた。そして満足げに笑ったシムの目の前で、ジアンの遺体は骨だけになっていた。
シムは約16時間をかけてジアンの遺体から肉を削ぎ落とし、少しずつホテルのトイレに流していきました。彼はトイレが詰まった際にはフロントへラバーカップを借りに行き、カッターが折れた際には新しいものをコンビニへ買いに向かい、終始冷静に遺体を解体。ユニットバスに血の匂いが残らないよう換気を徹底し、解体が終わった後には血痕一つ残さずに掃除をしてからホテルを後にしたんです。そんな最中にも友人のソジュンにメッセージや写真を送り続け、バラバラ殺人の様子を逐一報告していたシム。そして犯行後、彼は SNS に次のような一文を投稿しました。何の罪悪感もなかった、快感もなかった。本当に人間なのな。殺したことに何も感じてなかったの、本当に彼は。彼はですね、殺人に対して、何にも感じない人間になっちゃってたんですよ。一体どういうことなのかっていうところで、本日のメトラキーワード、ソシオパスについて。ソシオパスとはいわゆる反社会性パーソナリティ障害のことで、その特徴は個人的利益のために犯罪行為や無謀な行為を行い、良心の呵責を感じないこと。よく知られているサイコパスもまた同じ特徴を持ちます。精神医学の分野では、サイコパスとソシオパスをひとまとめにして、反社会性パーソナリティ障害と呼びます。とはいえ、両者にも明確な違いがあり、サイコパスは先天的な脳の異常によるもの。ソシオパスは家庭環境など後天的な要素によるもの。また、サイコパスは綿密な計画のもとに犯行を行うことが多いのに対し、ソシオパスには衝動的な犯行が多いのも大きな違いなんです。友人のジアンを殺害してバラバラにし、罪悪感も快感もなかったと語ったシム。彼の言動には環境によって後天的に人格を歪ませたソシオパスの特徴がありありと現れていました。両親と離れて暮らし、高校を退学した後は周囲の友人とも疎遠になってしまったシム。彼は自宅にこもる生活の中でホラー映画に熱中するようになったといいます。シムのスマホには解剖学の資料や解剖に関する YouTube 動画のリンクが多数保存されており、その孤独な暮らしが悪影響になっていたことを物語っていました。また彼は事件について記者に問われた際、こうも語っているんです。カッターナイフを買ったのは脅しのつもりだったんです。殺す気はなかったんですが、殺してしまい、その後バラバラにしてみようと思ったんです。シムのその衝動的な犯行動機もまたソシオパス特有と呼べるものでした。シムがバラバラ殺人を実況中継してたのも、それを友人に共有してたのも、ソシオパスだから何も感じなかったからっていうことの表れってわけ？そう言われてるんですけど、ただここで気をつけたいのがですね、世間的にそう言われてたっていうだけであって、正式な精神鑑定でソシオパスと診断されたわけではないんです。事件の後、シムは自ら警察へ出頭していますが、実はこれは自首とは認められていません。警察は被害者ジアンの両親の通報によって捜査を進め、彼女と最後に会った人物がシムであることを突き止めていました。そしてシムが出頭した際には、すでに彼が犯人でほぼ間違いないとされていたため、シムは自首したことにはならなかったんです。そして罪を軽くするためか、シムは逮捕されてからもジアンとは合意の上で肉体関係を持った、遺体の解体はしていないなどと散々に嘘をつき、捜査を混乱させました。しかしホテルの下水からジアンの遺体の一部が見つかったこと、シムの自宅の倉庫から遺骨が見つかったことなどから言い逃れはできず、最終的には肉体関係を持とうとして抵抗されたから殺したと本当の動機を語ったんです。2013年12月27日、殺人罪で有罪となったシムに下された判決は無期懲役。犯行は極めて悪質なもので情状酌量の余地はなく、検察は死刑を求刑しましたが、19歳という年齢と初犯であることが考慮され減刑となったんです。シムは日頃から頻繁に SNS を更新していました。また事件後には彼の知人が情報を拡散したために、ネット上にはシムの個人情報が広く出回ることに。事件が世間を賑わせていた当時には、検索すればシムの本名や SNS アカウントはおろか、電話番号まで平気で出てくるような状態だったといいます。このほかシムのお気に入りのホラー映画ホステルや彼の特徴を表したソシオパスという言葉が検索トレンド入り。わずか19歳の少年が友人の少女をバラバラにしてしまったその事件の影響力は計り知れないものとなったんです。罪悪感もなかった、快感もなかった。同じ境遇を持ち、良き理解者になるはずだった友人を殺害し、淡々とそう言い放ったシム。多くの国民が衝撃を受けた事件に際し、そこまで無感情だった彼は一体何を悲しみ、何に幸せを見出して暮らしていたのでしょうか。おさす、ケンちゃんです。やみやみこんです。このね、秘密結社アルゴメトリでは YouTube では決して言えないようなディープな内容のライブ配信、そして限定動画が見れちゃうんです。教科書には載らない世界の裏歴史や事件などを通して、皆さんと僕らが双方向のやり取りで交流し、学びを深めていくクローズドなコミュニティなんです。まさに秘密結社。これサロンに入った人だけが見られる動画だから、私たちもなんか内容気にせず包み隠さずぶっちゃけた話ができるのよね。またオンラインサロンではメンバー同士でも意見を交換する場があったり、他のメンバーに聞いてほしい話があれば会員さんご自身が投稿できたりもします。これメンバー同士で自由にオフ会開いちゃったりもできるのよ。もしかしたら
したらこれ私たち飛び入りで参加しちゃうかもしれないわよね。まあそんな形でね、皆さん同士で会ったりとか、皆さんが立ち上げたプロジェクトに僕らが参加するとか、相互のコミュニケーションが取れるんです。これってさ、単に私たちが一方的に発信するだけじゃなくって、みんなと一緒に作り上げていく、なんか秘密のサークルみたいな感じよね。そうですね。また毎月抽選で視聴者さんと僕の1対1、もしくは視聴者さんとヤミコさんの1対1でビデオ通話での人生相談を行います。これビデオ通話って言っても無理に顔出しはしなくていいから、恥ずかしいって人は安心してほしいわね。このほか太陽先生術に基づいた占い、世界史を分かりやすく解説したコラム、僕らのよりプライベートなオフショットなど、この秘密結社アルゴメトリーでしか見られないコンテンツも多数用意しているんです。世界の裏歴史や事件、そして犯罪心理学の学びを深めていきたいって人にはかなりおすすめのサロンなんです。またね、オフ会などのね、イベントのチケットもね、先行でサロンメンバーなら予約できちゃうんです。まあそんな形でディープなコンテンツ、そして様々な特典があるこの秘密結社アルゴメトリーへぜひご参加いただければと思います。